春の AI&ML チャンネルにようこそ。ここでは人工知能や機械学習に関する話題を発信しております。AI は誤解されることが多い技術です。よくある誤解の一つは AI はニュートラルで客観的であるというものです。AI は完璧なマシンであり、真実を答えてくれるものであると。これに対する回答は明確にノーです。AI は客観的とは言えないでしょう。AI あるいは機械学習は学習に使ったデータを理解する技術に過ぎません。例えば人間の子供を育てる時もそうなんですけれども、ちゃんとした教科書を使って勉強すれば正しい知識が身につきますが、間違った知識が書かれた本で勉強してしまえば間違った知識を身につけてしまいます。AI もこれもと同じですね。間違っていたりバイアスの入ったデータから学習をすると、バイアスの入った AI ができてしまうということが実際に起こり得ますし、実際に起こっていることです。例えば顔認識、ディープラーニングの成功例として多くの研究機関で顔認識 AI が研究開発されています。多くのアプリケーションに実用化もされてますね。しかし多くの場合、実はヨーロッパ人の顔はうまく認識できていても、他の人種の顔はうまく認識できないことが多いということが知られるようになりました。この原因は AI 研究が主にアメリカとかヨーロッパで発展しているために、学習に用いたデータセットのほとんどがヨーロッパ在住の人のものだったからなんですね。このように AI はデータセットのバイアスによって影響を受けてしまう技術であります。AI は客観的なものであるというのは誤解と言えましょう。公平性というのは難しい問題ですね。そもそも公平さとはどのように定義されるのでしょうか。AI の世界ではいくつか公平性の定義が存在します。一つは集団公平性。例えば入社試験において男性と女性とで合格率が著しく異なっていたら、それは公平性に欠けるだろうという考え方ですね。2つ目は個人公平性。入社試験である一人の人物の合否判定を行うという時に、その人の性別によって合否が決定される。例えば男性だったら合格、女性だったら不合格としたのならば、それは公平性に欠けるだろうという考え方です。集団公平性も個人公平性もどちらも妥当な考え方のように思われるでしょう。しかし実は集団公平性と個人公平性は本質的にトレードオフの関係にあります。2つの公平性は同時に満たすことはできないのですね。これを公平性の不可能性定理 The Impossibility Theorem of Fairness と言います。つまり AI を使えば公平な判断になるということはないです。AI を使って公平な判断をしたいなら、まず今あなたが求めている公平さとは何かをまず考え、賢く AI を使うことが求められるでしょう。そしてこの問題はですね、技術の発展によってすぐに解決される問題ではないですね。AI を開発するとき、AI を使うとき、常に今後も注意を払う必要があるでしょう。人間もそうであるように。ご清聴ありがとうございました。コメントご意見などありましたら、お気軽にご連絡ください。